はい、皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は9月の星の解説とタロットリーディングをさせていただきます。その前に重大なお知らせです。こちら、誰でもできる星読みの自己分析、最高の自分に出会うホロスコープブックが10月4日に発売になります。ありがとうございます。はい、これは Amazon や楽天ブックス、セブンネットショッピングで現在予約を承っております。ご予約いただいた方、先着購入者特典としてこちらのしおりがついています。このしおりすごく大きくて、ハウスとか星座の基本のキーワードが全部載ってるんですけども、こう本を読みながら途中までここまで読んだよっていうのをこう挟めたりとか、これはちょっと違うんですけどね、挟めたりとか本文読みながらこうやって確認していただけるものになっています。これはちょっと数量が決まっているので、ご予約いただいた方は全員行くようになっています。ぜひ早めのご予約をお待ちしております。先生術って難しそうだなっていう先入観をお持ちの方も多いと思うんですが、この本はもう本当にどなたでも初心者の方向けに書かれているもので、ホロスコープの基本的な読み方から自分を深く知っていく78個のクエスチョン Q&A がついています。で、先生と勉強したことがあるよという方もですね、こう違った切り口で質問してそれに答えているので楽しんでいただけると思います。で、さらにこれには別冊ノートが実はついていまして、この本を読みながらご自身のことを書いていただく、分析していただくという、書き終わった後は自分だけのオリジナルなノートになるっていうものもついていますので、楽しみにしててください。そしてね、この本って先生術興味がある方だけではなくて、自分のこともっと知りたいなとか、もう少し自分を信じて毎日を豊かに暮らしていきたいなという方、全ての方におすすめしたい本です。というのはやっぱり私たち普段気づかないうちにこういろんな役割に縛られたりとか、将来に対しての不安とか、間違ったこう自分の思い込みとかで余計なこう不安を自分で作り出してしまったりとか、自分のことを誤解してたり、自分のことがわからない、普段の喜びとか愛情も感じられないなっていう風になってしまう方もこの現代多いと思うんですけども、先生術というね一つのツールを使って客観的に自分のことをすごく見ていきます。そして世の中のその常識とか何がいいとかではなく、本当の自分の本当の価値っていうものに光を当てていく作業になるので、見ていけば見ていくほどだんだん自分のことが好きになったり、だんだんこれでいいんだって思えるようになったりするっていう風に、こう物語としてストーリーとして書いてるわけじゃないんですけど、1章2章3章と続けてたっぷり読み応えもあるし、分析もたっぷりできるし、自分のことを読み終わった後に良かったって思えるような内容になっていますので、ぜひこの機会にご予約をお待ちしております。はい、ではここから天秤座さんの9月前半の星の流れとタロットリーディングをさせていただきます。今回8月31日が満月で9月15日が新月なんですね。ですから9月は前半後半に分けてリーディングさせていただきます。まず前半からです。よろしくお願いします。ちょっと星の動きなんですけれども、今この9月前半っていうのは天秤座の皆さんは少し現実世界から離れてちょっと自分を癒しましょうとか、ちょっと違う空間に身を置いて整えましょうみたいな時なので、もしかしたらですけどちょっとやる気が出ないなとか、なんか調子がおかしいなと思う方もいらっしゃるかもしれませんね。ただ火星というね、バイタリティとか勇気とかこう戦っていく力っていうのは今天秤座にあって、すごく天秤座さんを応援してくれているので、やりたい気持ちとなんだかこう今までの雰囲気とちょっと違うぞっていう、そのなんかミスマッチな感覚で戸惑ってらっしゃる方もいらっしゃるかもしれませんね。ありがちなのは気持ちはあるけど体がついてこないとか、そんな感じかなと思います。9月4日からは金星も逆行戻りますので、逆行から順行に戻りますので、人間関係や自分の夢に向かって進んでいくということに期待は持てていけるかなと思いますね。じゃあ見てみます。カードではどう出るのか見てみたいと思います。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。はい、マジシャンの逆、ペンタクルス2、ペンタクルス10、女帝、ペンタクルス6、ペンタクルス7の逆、エース、ペンタクルスエースということですごいペンタクルス出てますね。そして気をつけることや対策はカップキングとラバーズとオラクルは
はい、戦車の逆です。へえ、そうですか。今私星の動きでは少しもしかしたら体調不良に出たりとか、少し違う感覚を感じてらっしゃるかもしれませんねって言ったんですけれども、カードでは全然そんなこと関係ないっていうか、もう期待でいっぱい夢いっぱいみたいな感じですね。なんだかこれから嬉しいことが起こる気がする、きっと来るみたいな、そんな嬉しいこと明らさも明らかにいいことが近づいてくる、これからきっとそうなるみたいな、何かそういう手応えみたいなものを今お持ちなんでしょうか。なんか嬉しいことありましたか？よかったらコメントで教えていただけると嬉しいです。そしてなんかその流れに乗っていこうって、火星がね8月の、末近くからもう天秤座に入っているので、そういう意味でこう何かスタートしたいっていう思いはあったのかもしれないですね。でスタートしたい気持ちはあるけど、少しちょっとだけ様子を見ているみたいな、いいタイミングを見計らっているっていう感じがあります。でなんだかとてもペンタクスがたくさん出てるんですけれども、大きな流れでいくとね、この天秤座の皆さんってもう今年の後半にかけてずっとこう他者から与えられるお金だったりとか、自分がこう日々稼ぐお金というよりも何かもう少し大きな株の投資だったりとか、なんか保険だったりとかっていう、そういう何か違う直接的ではないんだけど、他者を通して入ってくるお金っていうのがすごく際立ってますし、信頼も深まっていく時なので、何かそういう確固たる喜び、自分の人生に必要だなって思っているものが入ってきそうな感じがあるのかもしれないですね。とってもいいです。ぜひこの豊かな感覚をもうふんだんに感じきってくださいね。これ感じきらなきゃ損みたいな感じがあるので、感じきってください。でそして今少し現実から離れていろんなことを感じやすい、癒しやすい時って言ったんですけども、すごくこれがなんかいい形で出てる感じがしますね。もちろん仕事を忘れてるわけでもないし、やることは分かってるんだけど、でも今はこれでとっても癒されてるんだって、これがすごい自分の心の癒しなんだみたいなものがあるのかもしれないですし、そうやって自分が一旦満たされると、じゃああの人にも優しくしてあげようとか、この人にも自分ができることやってあげようみたいな、すごく天秤座さんのいい面が溢れ出ようとしてるっていう感じがあります。そしてこの豊かさを継続していくためにはどうしたらいいのかなということも考えますが、決してそこになんか焦りもないですし、すごい損してるとかそういうのもないですし、なんかとてもいい感じですね。なんか何を始めようとしてるんだろうという感じがしますね。で実際はお誕生日から始めてもらってもいいですし、9月のね末ぐらいから始めてもらってもどちらでも大丈夫です。ご自身の、ね、この時がタイミングだと思う時でやってくださいね。ちょっと補佐カード見てみましょうか。人間関係もこの感覚でいくと、基本いいんですよ。とても人間関係ラバーズっていうね新しい人に出会っていくのかなとか、もう一度もう前から知ってる人でももう一度そういうフレッシュにその人のいいとこを見ていけるのかなっていうのもありますし、誰かが天秤座の皆さんを応援してくれてるみたいな、誰かがサポートしてくれてたりとか応援してくれたりとか、今は優しさを受け取る時なんだなって感じが出てます。ここでもいっぱいいろんな人が出てきてて、とても豊かなんです。ただそれを絶対この関係崩しちゃいけないんだとかっていう気遣いとかもあんまりないですし、かといって一人でいても全然寂しくないしっていう形です。とても人間関係豊かでバランスが取れてますね。でお仕事に関してはちょっと自分が余裕のある感じだからなのか、アクセクしてないっていうかね、焦ってないから、じゃあいいですよっていう、自分から何かを差し出すことによってチャンスを得るみたいな感じがあります。で一瞬なんかちょっともったいなかったかなとか思っても、それがいい肥やしになって帰ってくるっていうのもありますし、とてもゆったりとしてて穏やかないい流れですね。スピード感はそんなにないんですけどゆったりとしてていい感じ。はい、9月前半はそんな感じです。ちょっとオラクルのこの戦車の逆位置を見てみましょう。なんか先のこと考えなくていいよって言われてる感じはしますけどね。今がこれだけなんかゆったりと穏やかにいい時間を過ごせそうな時だからこそ、もう今を満喫してねみたいな、そんな先のこと考えて今に備えなきゃっていうふうに思わずに、今に集中していいんだよみたいな感じがしましたね。先手を打っておく必要が今はないっていう感じですかね。はい。忍者の逆が出てますね。
なんかせっかくいい時だからこう余裕を持ってこう深く考えて予定を立てておきたいとか、答えを出してみたい、何かね迷ってることとかは答えを出しておきたいっていう思いがあるのかもしれないですけど、なので今でも急いで結論は出さなくていいよっていうメッセージだと思いました。はい。鳳凰も出てますので、ワンドのキングと鳳凰も出てますし、忍者も出てます。とても精神的にも落ち着いてますね。大人って感じがして、一時の感情でこうなんか一時の感情に溺れてしまうのではなく、すごくいい時だからこそじっくりと考えようと、そして何が自分にとって正しいのか、何が正解なのか、それに従って生きていきたいみたいなね感じがあり、いい意味で欲とかエゴみたいなものをちょっと置いといて、自分の道を探そうとしてるっていう感じがすごくしました。この9月前半、天秤座の皆さんすごくいいんじゃないですか。欲とかそういう現実的な問題とかちょっと置いといて、今あるこの豊かさを十分に感じてみてください。それが今回のちょっとメッセージだと思いました。ということでここまでにしておきます。次回は9月中旬にまた次の動画をアップしたいと思います。ということでいい時間をお過ごしください。今回も最後までご視聴ありがとうございました。失礼します。